おはようございます。おはようございます。今日のテーマはタイトルの通りでございます。今外しましたが、この和風スピードプレイですね。こちらを使用して、1000キロは余裕で走ったので、感想を今回は話していきたいなと思います。僕は今までシマのルック、スピードプレイ、タイムということで4つそこそこ使ったことがありますので、それらともね、比較しながらちょっとお話できたらなと思います。一応どういう流れで話すかっていうのはね、こんな感じでずらっとお話できればなと思いますので、テーマごとにね、こうまとめてますので、それぞれね、見たいやつから見てもらってもいいですし、興味ないやつは飛ばしてもらってもいいので、ぜひね、ご覧くださいと。ルックのクリートなんですが、基本的には、ペダルは裏表があります。ペダルをこうひっくり返して、ガチャッと入れるようなスタイルなのがシマノとルック。和風スピードプレイに関しては、裏も表も同じ形してます。丸っこいキャンディーのようなね、形をしておりますけども、これのおかげでですね、いちいち裏表気にしなくていいっていうのは、やっぱりいいなと、改めていいなと思いました。はい。トレーニングのシーンなんかでももちろんですけども、普段のライドで信号待ちとか、お店入る時の着脱する時なんかで、ストレスがほぼゼロになるので、非常にいいです。はい。肝心の硬さに関してですね、僕もね、一時期勘違いしてたことがあるので、共有させていただくと、ここがですね、やっぱり、最初は硬いよっていう話をよく聞くと思います。僕もそれを聞いてて、やっぱ最初は硬いんだろうなと思って、そういうもんだと思って、ガチャガチャ、はまるまで時間かかったことがあったんですが、はめ方があります。はい。着脱の仕方が、ルックとかシマノと違うんですよね。なんで、もしも知らない人はぜひね、頭に入れていてほしいんですけども、せっかくなんで SPD、SL 持ってきました。こういったシマノのクリートっていうのは、ルックとかもそうなんですけども、基本前に突っ込んで、踏んで、ここにバネがあるので、ここが動いて、パチンとはまるような仕組みになってます。スピードプレイに移行しようと思ってる方、どうしてもやっぱりそのイメージがついちゃうんですよね。なのでこれをね、スピードプレイをカチッとやるときも、どうしてもこのイメージがついちゃってるんですよね。前に入れてグググみたいな感じでグリグリやってなんとかはめるみたいな感じのやり方をしてしまう人が多いと思います。僕自身もそうでしたし、だんだん緩くなるのかなみたいな風に思ってたんですが、そもそもスピードプレイは、イメージは横からはめる。これが正しい付け方です。こうやって無理に押し込んでもなかなかはまらないです。もちろんね、バネの硬さとかもあると思うんですけども、そこだけ頭に入れていくとだいぶ違うと思います。前にね、動画も上げたんですが、スピードプレイのこのクリートのこのリングは C、こういう形になってるので、こういう形に対してペダルを前にグリグリやっても、ここが開かないわけなんですよね。グリグリと。ここが一番動きがある部分なので、こういう感じで入れることによってグイッと動くわけですね。これを意識してつけてみると結構着脱しやすいと思います。はい。どうしてもこれのイメージがあるから、こういうもんなんだろうなと思ったんですけども、こういうことなんですよね。装着感についてお話ししていきます。はい。ぶっちゃけ言うと緩めです。緩めになってます。振り幅が広いと言うべきでしょうか。他のクリート、ペダルと違ってですね、足の可動域が多いのが多くすることができるっていうのが特徴だと思います。和風スピードプレイに関しては結構グリグリグニャングニャン動きます。で、しかもカタカタ動くわけではなく、スライドするような動きになります。クリートの構造的にリングになってるので、ツルツル動くんですが、当然ね、こういったバネタイプのものは、こうは動かないので、カタカタ動くしかないっていう感じの構造になってます。これってね、何が起こるかというと、着脱はめちゃくちゃしやすいですね。着脱の特に脱。はい。クリートからパチンって外すときは、もう本当に滑らかでいいです。これはね、すごくいいなと思った部分ですね。とても楽で簡単なのはすごくいいなと思いました。ペダリングするとき、ある程度ゆらゆら動いちゃいます。この辺はね、結構好み分かれると思います。
例えば普段、シマノで言うなら赤いクリート、全然この動きがないやつを使ってる人からすると、で、それが好みの人だと、スピードプレイのこの振り幅っていうのはかなり気になると思います。もちろんこの振り幅っていうのは強弱つけれます。はい。かなりね、幅広く調整ができるんですけども、やっぱり振り幅は多めなのかなと思います。まあこの辺は好みにはなると思います。僕はですね、ロードバイク乗り始めの時なんかは、やっぱり乗り方が下手だったのか、筋肉がまだ全然出来上がってなかったからか、やっぱロングライドするときにどうしても膝を痛める傾向があったんですよね。で、すごく辛かった時期があったんですが、スピードプレイにしたときに、まあそれが改善されたんですが、まあなんで改善されたのかなって思うと、このスピードプレイのこの振り幅が広いおかげで、雑なペダリングをするじゃないですか。やっぱロングになると、例えばだんだん疲れてきて、ガニ股になってきちゃうとか、まあ内股になってきちゃうとか、いずれにしろ、ペダリングがちょっと乱れてくるんですけども、そういった時に、こういった硬い、あまり振り幅がないクリートになると、どうしてもつま先はまっすぐなんだけども、膝は外に行っちゃって、足の構造的にすごい無理しちゃって膝痛くなるとか、まあ逆だったら逆だったりするんですけども、まあこれが膝と同じ方向を向けるぐらい結構振り幅が大きかったおかげで、多分足の膝が痛みにくくなったのかなと思っております。はい。やっぱりロードバイク慣れてくると、だんだんペダリングをね、そこそこ上手くなると思いますので、今は僕は全然どんなペダルでも膝の痛みとかは特にないんですが、この振り幅の大きさっていうのは初心者ライダーの時にすごい助かったなと思ってます。セットアップの話ですね。クリートをシューズに取り付ける、その取り付けやすさの部分に関してなんですけども、パーツ点数はすごく多いです。で、どんなシューズにもね、合わせられるように、いろんなオプションがもう最初からついてるのはいいところ。個人的に一番いいなと思ったところが、クリート交換がめちゃくちゃ楽というところでございます。シマノとかルックのペダルはすごくシンプルで取り付けも簡単なんですよ。ただ、この角度、前後の位置、そして横の位置、せーので一気にこう決めないといけないですよね。取り付けるの結構難しいと思います。交換したことある方だったらわかると思うんですけども、自分の大体の位置をこう跡とかついてるから合わせるんですけども、ちょっと締め具合によって若干ずれちゃったりとかして、取り付けが終わって履いてみた、走ってみたらなんか若干ちょっと違うなみたいなこととかってあると思うんですが、スピードプレイに関しては取り付けがすごく簡単で、元の位置に、同じ位置に確実にできるところはすごくいいなと思いました。まず、縦の位置を決めて、その後、横の位置を決めるって感じで、縦が決まったら締める。次、横ができたら横を締めるといった感じでですね。まあ僕みたいに不器用な人間でもですね、元の位置にしっかりとできるっていうのはすごくいいところだと思いました。総合化に関してなんですが、やっぱりペダルが小さいじゃないですか。シマノのペダルとか他のペダルと比べて小さいので、踏み面が小さくてダイレクト感とか、踏んでる感が少ないんじゃないかなと思われる方もいると思います。僕もやっぱ最初の時は、まあこういう、いわゆる SPD とか、面で踏んでるというよりかは、点で踏んでる感じなのかなと思ったんですが、これが多分絶妙なサイズなんでしょうね。そんなことはなかったです。他のペダルと同じように、ちゃんと面で踏んでる感じは、本当にお世辞抜きでありますね。ここは多分絶妙な多分このサイズなんでしょうね。踏んだ時のダイレクト感についてお話ししていきます。まあ基本的にシューズとこのペダル、スタックハイトっていうんですけど、ここの差がなければないほどしっかりと踏んでる感っていうのはあります。はい、で、スピードプレイに関してはこれが低めです。割とダイレクト感はある方のジャンルにはなりますけども、まあ、正直僕レベルだとよくわからん。はい。普通に踏めるっていう感じですね。ふにゃふにゃって感じは特にないですし、シューズの種類にもよると思うんですよね。カーボンソール使ってますとか、プラスチックですよとか、まあいろいろこのシューズの硬さとかにもよると思うんですが、プロレベルじゃないとこの辺はわかんないんじゃないかなと思います。僕は、よくわからなかったです。普通に踏めます。はい。ペダルがすごく小さいので、やっぱりこう、バイクを倒した時に、ペダルがね、当たるってことはね、ないなと思いました。僕もそこまで、バイクを倒すことってあまりないんですけども、まあ、シマノのペダルしかり、ルックのペダルもそうなんですけども、他のペダルよりも、明らかにペダルのサイズが小さいので、結構バイクをね、ぐーっと倒すことができます。はい。コーナリングとかでガーッと下りでね、こう斜めにするときに、ペダルが当たっちゃうみたいな、こと
あると思うんですけれども、そういった現象が起きにくくなってるのはいいとこかなと思います。実装と、もちろんね、ローラーでも結構使ってきましたけども、このフローティングがやっぱある分、しっかりと踏まないと力が逃げてると感じちゃいます。はい。シマノとかルックとか、こういった面でね、大きいやつっていうのは、やっぱり変な話、雑に踏んでもちゃんと踏めてる感じがするんですよ。でもこれって実は、力が実はロスしてたりとかする場合もあると思うんですね。スピードプレイに関しては、結構ここがね、動くので、上手にまっすぐ踏んであげないと、なんかちょっと違和感を感じるなっていうのは個人的に思いました。例えば足首の角度とか、足がちょっとね、かかと下がってるとか、つま先がね、前に行き過ぎちゃってるとか、こういったこの角度なんかも、しっかりと意識して走るようになりましたね。上手にペダリングをするように強制的に意識させる感じだと思います。雑に踏むと気持ち悪いんですよね。なんかすごい。だから多分結構ペダリングそこそこ上手くなんじゃないかなと思います。このフローティングのこの振り幅っていうのは、いい意味でも、もちろん悪い意味というか気になる人はね、気になると思うんですが、個人的にはいい意味ですごくダイレクト感、しっかりと踏むために、意識がね、無意識にでも足がですね、勝手に上手に踏んでくれるように調整してくれる感じがありますね。もう一個はね、ダンシングですよね。ダンシングした時にどうかというところだと思います。やっぱりこの踏み面が少し小さいから、多少やっぱり力が逃げてる感あるのかなと、個人的にも思ってるんですが、そこまで変わんねえかなと思います。そんなに和風スピードプレイに関してはペダルが多少小さい分、ダンシングの時に、横に振った時に多少力逃げてる感あるかなと思ったんですけど、正直よくわからん。僕ダンシングとかそんなしないので、あんまり上手くないんですけども、やっぱり結構動いてる感はありますよね。踏んで、下げて、踏んで、で、バイクも動いてってなるので、確実にこれは動くんですけども、足首とか足の向きなんかはすごくやっぱり意識するようになりますね。じゃないとちょっとなんか不安定な感じになると思います。慣れの部分が大きいと思うんですが、これに慣れないと、やっぱちょっとずっと違和感が残っちゃうと思いますし、慣れてしまうと、すごく心地よいのかなと思います。はい。といったような感じでございます。スピードプレイ使ってて思ったのは、人によっては長所にもなり短所にもなり得るこのフローティング。この機能がですね、やっぱり一番の個性なのかなと思います。着脱のしやすさなんかももちろん素晴らしい個性であるんですけども、走り心地に関しては、やっぱりこのフローティングのこの効き具合、踏み具合というか、このあたりが好みと合うかどうかっていうのはですね、結構重要なポイントなのかなと思います。もちろんゴリゴリで締めれば、ほぼ動かないようにすることもできるので、自分好みがどこなのかを見つけるのがちょっと大変かなと思います。僕の場合は、左が確かちょっとなんか、たまにちょっとガニ股になっちゃったりするんですけども、ガニ股になった時に無理なく動いてくれるように、外側だけちょっと緩めて、内側はしっかりと固定させるみたいな感じで、今、調整しています。はい。そういった細かい調整もできるのはいいところですかね。走った時、踏んだ時のどこにトルクがかかってるかとか、自分が今どういう角度でちゃんと踏めてるかとか、そういったことを意識できる。そういうところに、気づけると言いますか、わかる、把握できるっていうのは結構いいことなのかなと思います。無理にペダリングを直すわけじゃなくて、自然と、ここが一番踏めてるなとか、ここが一番違和感なく踏めてるなっていう角度とか、そういった足首の動きがすごくね、手に取るようにわかるというか、感じれるのがすごくいいなと思っております。今いろんなペダルが出てて、すごくどれもいいんですけども、ちょっと個性的なのは、やっぱスピードプレイ、かなり個性的なのかなと思います。ということで、今回の動画は以上でございます。はい。少しね、長くなってしまったかもしれないんですけども、ちょっと細かくスピードプレイのね、1000キロレビューをさせていただきました。はい。これからもね、スピプはロードバイクでゴリゴリ使っていこうかなと思っておりますけども、ぜひね、スピードプレイ検討されている方は、参考にしてみてください。もしもね、参考になった方はぜひグッドボタン、チャンネル登録等々よろしくお願いします。では、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。